走行距離1000キロ突破。おはようございます。俊也です。やっと走行距離が1000キロを超えた。長かったなこの道のり。もうちょっと早くオイル交換できると思ってたんだけどな。エンジンが出来上がってから3ヶ月もかかってしまった。よいしょ。果たしてエンジンオイルの状態は、鉄粉とか出てなきゃいいんだけど。よいしょ。エンジンオーバーホール後初めてのオイル交換ですね。内燃機屋さんに聞いたら1000キロぐらいがちょうどいいんじゃないかってことで交換しておきたいと思います。フルチューンの車とかだとエンジンかけてすぐに交換したりとかっていうパターンもあるみたいなんですけど、うちの車ドノーマルの状態で街乗りしかしないから1000キロぐらいがちょうどいいみたいです。絶対ホーシング汚れるパターンだよね。まあ洗えばいいんだけどさ。最初は鉄粉とかもたくさん出るみたいなんで、オイルフィルターも新品に変えておきます。今度は赤色だ。さてエンジンオイルの状態は、おお、なんかパッと見めちゃくちゃヤバそうな色してますよね。メタリックがキラキラしてるような。最初見た時ドキッとしちゃいました。でも冷静に考えるとこれで正常なんですよね。これ組み立てペーストモリブデンのやつ使ったからこんな感じになってるんですね。金属片とかそういうのはなさそうですね。でも鉄粉とかも全然なさそう。大丈夫そうですね。使うオイルは匠の 10W40 です。前回と一緒ですね。いや、この間蔵王登って走ってみたら結構油温上がったんで、極力ブーストはかけずに、でも周りの車の流れにはついていくような感じで山登りしたら油温が108度、マックス110度ぐらいまで上がってました。でも水温は90度ぐらいで安定してたんで、やっぱり油温がちょっと厳しいのかもしれないですね。高速道路で那須高原とか小仏トンネルとかちょっと上りが続くようなところは厳しいかもしれないですね。ちょっとこれより柔らかいオイルは入れられないかもしれないですね。いや、入れてもそんな壊れるってことはないと思うんですけど、ちょっと精神的に良くないからちょっと固めのオイルの方がいいかなって思ってます。いいんじゃないでしょうか。オイル交換終了。エンジン大丈夫そうですね。オイルの状態も悪くなかったし、オーバーホール無事成功だと思います。いや、ミッションがちょっとこう2回3回とこうオーバーホールやり直しがあったりとかしたんで、ちょっとエンジンも不安だったんですけど、無事1000キロ走れたんでエンジンは成功だと思います。バックドアがすすけてる。これ黒い点々、これ全部すすです。マフラーから出たすすですね。1000キロ走ってこのすすけ具合は普通か。黒いプツプツいっぱいついちゃってる。あとやっぱりこうテールランプのこういうところには汚れがいっぱい乗っかりますね。
冬場の塩カリはこういうところしっかり掃除しないとすぐ錆びちゃいそうですね。気をつけなきゃ。でもボディリフトしてるからこういうフレームとボディの間はちょっと洗車しやすそう。よし、そしたら久々の洗車していきます。3ヶ月ぶりかな。今まで洗わずにわざと放置してました。半分本当で半分嘘です。いや、単純に洗うのがめんどくさくて放置してたっていうのもあるんですけど、エアコンのガス漏れとかがあって、洗っちゃうと漏れた跡が消えてしまうかなと思ってわざと洗わずに放置してたっていうのもあります。ただエアコンのガス漏れ治ったんですよ。治ったから洗車することにしました。ただ動画的にちょっとエアコン修理まとまりに欠けるというか、しっくりくるような治り方じゃなかったんで、多分動画はサブチャンネルになると思います。ただ水流しただけだけどめっちゃ撥水してる。3ヶ月前にコーティングかけたっきりですけど、まだまだ耐久性持続性良さそうですね。しっかり撥水してる。屋根もピカ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 チュウででーん。せっかくだから内装もコーティングきれいにしていきます。このクレのやつあんまりこうギトギトした感じにならないから意外とこれ好きなんです。外装に使ってたガラスコーティングとかも室内で使っても全然 OK なんですけど、あっちなんかちょっとこうギトギト感がね残るんですよね。それがあんまり好きじゃないから、この内装のやつはねクレのやつをよく使ってます。よし、綺麗になった。すげえ綺麗になった。いかに普段掃除してないかがわかる。めっちゃ綺麗になった。エンジン問題なし。タイロットも変えてジャダーも収まったからちゃんと走れるようになったし、これで走る、曲がる、止まるちゃんとできる車になりました。あとはレストアのやり残し作業終わらせてこの車を完成させてしまいたいと思います。さすがに26年もののゴムシールですからね。ここのねゴムが劣化してね若干ガス漏れしてたんだと思います。今回用意したのはこれロック。おお、かっこいいかっこいい。なんかミリタリーな感じですげえジムニーに似合ってる。リアのガラススモークが貼ってあるんですけど、日焼けで全部色落ちしちゃってるんで、これ貼り替えていきたいと思います。ここうっすら黒っぽいの残ってると思うんですけど、ここはタイヤとワイパーで日陰になってたから色あせしてない場所ですね。もともとは黒だった面影があります。一気に剥がれると気持ちいい。ちなみにこれ今剥がしたフィルムです。
海苔がすんごい臭いです、これ。よいしょ。よし、押さえるから紐引っ張って、よし、いいよ。おいし、よし、いいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。ちなみに今回貼ったフィルムは紫外線カットとあと赤外線カットと両方ついてるんで、夏場とかはねエアコンの効きが良くなるのかなと思います。ちょっとね赤外線カットついてる分だけフィルムのお値段は高かったです。フロントガラスと同じですよね。フロントガラスも IR、UV カットになってるんで、フロントガラスも赤外線カットがついてます。だからだいぶね室内のエアコンの効きは良くなると思います。で、エアコンの効きだけで言えばフロントドアのねこの透明のガラスも、透明のフィルム貼って赤外線カットのやつとかね貼るとより良くなるのかなと思うんですけど、このジムニー純正のねフロントガラス22からねこの着色のうっすら緑色のガラスに変わったんですよ。ちょっとカメラじゃ分かりにくいかもしれないですけど、ちょっとね緑っぽいガラスなんですよね。でもともとこれちょっと透過率が低いから、これにフィルム貼っちゃうともしかしたら車検通んなくなっちゃうかもしれないんで、フロントガラスはちょっと貼るのやめておきます。そしたらもう一つ、このジムに組んできた段階でのやり残し作業仕上げてしまいたいと思います。フロントグリルですね。ちょっと塗装が剥がれてねガサガサになってきてたりとか、結構傷がいっぱいついてたりとかするんで、これをね綺麗に塗装してビシッと外装仕上げたいと思います。でよく見るとですね、ここね割れてるんですよ。これ完全にここはねひびが入って割れちゃってるんで、こういうところもねしっかり直していきたいと思います。よし、取れました。それじゃあこのグリルの割れてるところから先に作業をやっていきたいと思います。これを直すのに使っていく材料はこちらででん、プラリペア。インプレッサのこのリアのフェンダーアーチモール、これを直すのにもプラリペア使ったんですよね。欠けてたりとか割れてたりとか、これ真っ二つになってたんですけど、この辺ねプラリペアで直したんですけど、2年経っても全然割れてきたりとか肉痩せしてきたりとか、なんか変な感じにはなってなくて、耐久性ねバッチリ大丈夫そうなんで、またジムニーのグリルを直すのにもプラリペアでやっていきたいと思います。割れてるところは削って足付け下地を作っていきます。削って脱脂をしたらプラリペアを持っていきます。無事くっつけ終わりました。
ちょっとプラスチックをね深めに削って厚めに肉盛りしたような感じです。でこっち側だけじゃなくて反対側にもねひび割れというかこうあったんで、それも削って同じように直しておきました。であとはこれをペーパーで削って平らにしてあげて、で他にもこういう細かい傷とかこういうガサガサになった塗装もね全部ペーパーで削り落として下地を作っていきます。でサフェーサーを入れていきましょう。サフェーサー研いで表面整えます。よしを敷いて、塗る色は二液ウレタン艶消しの黒。塗装タイム行ってみよう。塗装が乾いたら部品を戻して、オッケー完成。やっぱ艶消しの黒いいね。フロントマスクがだいぶ引き締まりました。やっぱりこのジムニーの純正グリル、これ形状結構いい、かっこいいですよね。この形僕好きなんですよね。先日松さんのところに遊びに行ってきたんですけど、そしたら松さんが車外のキーレスをアップグレードしてくれました。ちゃんと持ってた。これを後で僕が両面テープかなんかちゃんとしてピッて貼れば、ほらあら鈴木になった。やっとね。ちょっと剥がれそうだな。後でちゃんとくっつけないととな。ちゃんとつけてもらえれば。あれインプもインプは違うよ、鈴木じゃないよ。なんですげえ、なんか急にゴージャスになった。なんかそれ欲しい。どれ欲しい？なんかでも純正っぽくなったね。いや、より純正だよね。一応ね、予備。予備用。はい、じゃあこれはスペアキー用で。スペアキー用で。やったー。やったね。なんか違うよ。なくすからさ、スペアキー用。かっこよ。まんま鈴木純正の鍵じゃん。いいね。だいぶ車のボロさがなくなりましたね。フロントマスク引き締まったし、ガラスのフィルムも
ムラムラだったのがビシッとちゃんとしたスモークフィルムになったから、これで街中走っても恥ずかしくないですね。いやー、よかったよかった。そう、エンジンも調子いいし、足回りも邪魔出なくなったし、ようやくちゃんと走ることができるようになりましたね。まだやらなきゃいけないところはね、たくさんあったりするんですけど、とりあえずこれ完成でいいのかな。でも取り急ぎ今すぐやらなきゃいけないかというと、そういう感じでもなくて、まあ走りながら空いてる時間にちょこちょこ直していくような感じになるかもしれないですね。とりあえずこれからは雪が降りそうなんで、タイヤ、スタッドレスタイヤとか準備しなきゃいけないんで、タイヤ交換してとか、車もうちょっとカスタムしてとかやりながら、ところどころ壊れてはいない、ちょっと調子の良くないところをね交換したりとかっていう感じでやっていこうかなと思います。ジムニーをとりあえず走れる車として、セカンドカーとしてとりあえずどうにかできたんで、これからねちょっとインプレッサーをね直してあげなきゃいけないんですよ。もうジムニーばっかりこうかかりきりで直してたから、ちょっと最近インプレッサーがねすねちゃったというかちょっとね調子の良くないところが出てきちゃったんで、そうインプレッサーをねもうちょっと頑張って、もうちょっと頑張ってって、ジムニー終わるまでもうちょっと頑張ってって、こうインプレッサーだましだまし乗ってたような感じだったんで、インプレッサーも直していかなきゃいけないのかなっていう感じですね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。